韓国デビューより先に日本でデビューし話題となった4人組バンド CNBLUE の元メンバーのイ・ジョンヒョンさんは、グループでの活動はもちろん単独でもドラマや映画に出演し注目されていました。しかし、残念なことに CNBLUE を脱退するような衝撃的なことが起きてしまったのです。セクハラ疑惑も浮上してしまったイ・ジョンヒョンさんですが、脱退について詳しく調べてみましたので、経歴なども合わせてご覧ください。イ・ジョンヒョンはどんな人？イ・ジョンヒョンさんは、一男二女の末っ子として釜山で生まれ育ちましたが、4歳から8歳までの期間、大阪や京都で暮らしていました。韓国に戻ったばかりの時は、韓国語が上手に話せなかったため、小学校の入学を1年遅らせたそうです。小学校時代からテコンドーを習っていて、中学生になってからは柔道をはじめ、運動がとても好きで得意だったイ・ジョンヒョンさんは、高校の時に釜山地区で優勝するほどの柔道の実力もありました。しかし、下の階級の選手に負けたことから柔道を断念。そして、漠然と音楽を始めるようになり、当初はピアノを学んでいましたが、イギリスのミュージシャン、エリック・クラプトンさんのギター演奏を見たことがきっかけで、ギターを学ぶようになったとか。2008年の18歳の時に、以前の所属事務所、FNC エンターテイメントの練習生だったイ・ジョンヒョンさんは、チョン・ヨンファさん、カン・ミニヨクさん、クォン・ガンジンさんの4人でデビューが確定していました。その4人で、デビュー前に留学を名目に日本へ行き、その中で300回の公演を目標に、路上やクラブ公演に出場するというミッションのようなものを与えられたのです。日本では車やマネージャーなしで、当時平均年齢 18.5 歳のメンバー4人で日本留学生活を送り、練習生の給料で生活を延命しながら公演に携わっていました。身長 180cm 以上のメンバーの体重が 50kg 前半になるくらい大変で、日本語もうまく話すことができず、不審者に間違えられ、警察署に行ったこともあるのだとか。日本での初ライブは、観客数はわずか7人しかおらず、代々木公園で路上ライブをしながら、隣にある国立代々木競技場で公演がしたいという願いを持ち頑張っていたそうです。2009年8月19日、ファーストインディーズミニアルバム Now or Never が日本で発売され、9月中旬に一身上の都合でクォン・ガンジンさんからイ・ジョンシンさんにメンバーが交代しました。初期の名前はバインツリーでしたが、CNBLUE として活動を開始し、2010年の1月に韓国でデビューを果たします。その後、日本と韓国を行き来しながら活発に活動し、その2年後には国立代々木競技場でのライブも成功し、日本での生活時に学んだ日本語で日本のファンたちを喜ばせてくれました。日本でのライブ時には日本語で話してくれることも多いようです。役者としては2010年の映画アコースティックが初出演で、その後、2012年のドラマ紳士の品格に出演し、SBS 演技大賞ニュースター賞を受賞。その他、2013年のドラマ思春期メドレーや、2015年オレンジマーマレード、2017年君に猛ダッシュに出演し、最後のドラマとなったのが、2018年その男、オスです。グループを脱退した理由は2019年の8月に CNBLUE を脱退したイ・ジョンヒョンさんですが、性犯罪や売春などに関わり起訴された歌手のチョン・ジュニョンさんが参加していたカカオトークのグループチャットのメンバーだったのです。そのグループチャットの内容が女性を物のように扱う発言であったり、隠し撮りした性関係の動画を共有したりしていたとのこと。その中で、イ・ジョンヒョンさんがチョン・ジュニョンさんに早く女を回してほしいや、ジュニョンさんが関係を持っていない女で、関係を持った女でも可愛ければといったメッセージのやり取りがありました。とりあえず、遊ぶのに良さそうな女を回してというイ・ジョンヒョンさんのメッセージが残っていたのです。こちらのグループチャットが知られた理由は、
元ビッグバングの VI、スンリさんが代表で務めていた高級クラブでの暴行事件から、いろいろと調べられたどり着いたグループチャット。チョン・ジュニョンさんは、他にも23グループも作っていて、他のグループチャットには、数名の芸能人も参加していました。2019年の春頃の事件でしたが、その後に、再び問題を起こしてしまったイ・ジョンヒョンさん。韓国の人気 YouTuber であるパク・ミンジョンさんという女性に YouTube をとても楽しく見ています。面白いものいっぱい載せてくださいといったダイレクトメッセージを送信。まだここまではいいとして、その続きのメッセージにお腹の贅肉がとても可愛いですといった少しセクハラ行為とも取られる発言をパク・ミンジョンさんが公開したことで発覚したのでした。このような問題もあり、ネット上で炎上し、CN ブルーから脱退するとの公式コメントを発表したのです。こんにちは。イ・ジョンヒョンです。まず、私の不適切な言動で傷ついた方と、深く失望した方々に改めて申し訳ありません。そして、遅れましたが CN ブルーから脱退することをお伝えします。私によって、メンバーたちが被害を受けることになり申し訳ない気持ちで、メンバーたちにも脱退の意思を伝えました。私を信じてくださったファンの皆さんを失望させて恥ずかしく、面目ないです。私を含め、みんなが兵役中だったので、意見を伝えたり、発表するまで時間がかかりました。待ってくれた会社にも申し訳なく、感謝します。私の過ちを深く反省し、たくさんの方からの指摘と批判を甘んじて受け止めます。芳しくない出来事で物議を醸して申し訳ありません。イ・ジョンヒョンさんの脱退は、CN ブルーのメンバー全員が兵役中の出来事でした。過去にはセクハラ疑惑も。イ・ジョンヒョンさんは、チョン・ジュニョンさんとのカカオトークのグループチャットの中で、女性に対しての不適切な発言や、性的関係を持った10代の女性たちがいるなどの疑惑が挙げられる前にもセクハラ事件があったのです。それは過去の音楽番組で共演していた某ガールズグループのメンバーの身体を触ったという疑いでセクハラではないかと言われたことがありました。しかし、こちらに関しては当時の所属事務所の FNC エンターテイメントは事実無根だと否定。ネットユーザーの悪質と見られる行為があれば法的対応を取るとまで言っていたので、アイドルに対してのセクハラ行為は事実ではないようです。現在の活動は、イ・ジョンヒョンさんは兵役中の2019年の8月に CN ブルーを脱退し、芸能界も引退した形になります。2020年3月25日に除隊した後の情報はなく、今後も二度と芸能界には足を踏み入れることができないだろうと、厳しい声が上がっているのです。まとめ、イ・ジョンヒョンさんについて、脱退理由、セクハラ疑惑などをお伝えしましたが、皆さんいかがでしたか？やってはいけないことをやってしまい、メンバーに迷惑をかけないために脱退したようですが、とても残念なことですね。二度と戻ってこれないだろうと言われているイ・ジョンヒョンさんですが、2019年の8月に引退された状態なので、もちろん情報もわからず何をされているのかもわかりません。それでも、SNS などを見ると、少しの希望を持って待っているファンがいるようです。良い方向に進んでもらえるといいですよね。